この映画を楽しい気持ちのままで終わらせたい方はご注意ください。真実を知り多角的な視点を持ちたいという方はぜひご視聴ください。ファイヤータウンの水害の原因はウェイドの両親にありました。愛妻ナマステこんにちは、酒猫でございます。今回は映画マイ・エレメントについて解説と考察をしていきたいと思います。2人の距離を縮めるきっかけであるファイヤータウンの水害がなぜ起きたのか、ガーデンセントラル駅でエンバーたちがなぜ入場を拒否されたのか、そして駅が水没した理由からウェイドの父親が亡くなった理由について、モデルとなった町や監督のインタビュー、ピクサー社内にある初期の設定資料、パンフレットなどからこの映画の解説を踏まえて考察していきたいと思います。今回はかなり衝撃的な話となります。ヨタ話ならいいのですが、以上のように多くの根拠に基づきお話ししていきますので、この物語を楽しい気持ちのままで終わらせたい方はご注意ください。それではどうぞ。映画マイ・エレメントが移民の問題を大きく取り上げていることはもうお分かりだと思います。エンバーの父が最初に私たちの知らない言葉を使ったり、言葉を誤って使っていることをコミカルに表していましたが、これは移民一世であることを表しています。また最初にエンバーたちがやってきた時に商品を勝手に使うありえないクレーマーがいましたが、これは現地にいた火のエレメントたちがそれまでまともな上層教育や社会性がなかったことが表現されています。以上のことから移民の物語だということを私たちに伝えた上で映画が始まります。エンバーたちのルーメン家の食卓の辛い食物はパンフレットやインタビューからでも韓国人である監督の家庭をモチーフにしているようですが、これはファイヤータウンの住人は我々アジア人のコミュニティであることも表しています。移民がスーパーマーケットを開くことによりコミュニティが拡大し、公式に認知された地域として街となったモデルが実際にあり、これはカリフォルニア州のリトルサイゴンと呼ばれる地域です。1978年、ベトナム人がカリフォルニア州のボルサ通りに店舗を構え始めたことをきっかけに、地方自治体によって初めてリトルサイゴンとして公式に認められ、今では世界最大のアジア人の街となりました。この街のきっかけはベトナム戦争が終わった後、支援していたアメリカに多くのベトナム人が難民として移り住んでからです。アメリカに住むベトナム人は1990年約61万4500人に達し、その半数がカリフォルニア州内に集中しました。中でもオレンジ郡はベトナム人の人口が多く、ここで開いたスーパーマーケットを中心にコミュニティが拡大し、移民がここに集中したと言われています。そのためファイヤータウンは赤を基調としたデザインではなく、よく見るとオレンジを基調として描かれていることがわかります。また映画の中で何度か見かける五体統治はアジアの中にあるチベット仏教から来ています。そしてこのエレメントシティには最初に水と土が訪れたことから水優位の街づくり構造となっていることがわかります。火のエレメントたちには決して優しくない環境だったのはそのせいです。ファイヤータウンの住民の移動方法は基本的に燃料を利用した車やバイクですが、他の住民の移動方法は自然由来のものが多く、主に水流を利用した水上都市として作られています。空から降る水やその他の要素によりファイヤータウンを一歩出ると、火のエレメントには危険が潜んでいることが街の至るところで感じられます。映画の中をよく見ると、ファイヤータウンももともと水や土のエレメントたちによって作られていた形跡が多く見られます。別に水でも水上の上を歩けるんだから街全体を道路でもいいではないかと思われますが、なぜこれほどまでに水上に作られている、もしくは水が欠かせないような街づくりになっているのかといえば、おそらく水のエレメントの死の原因が蒸発にあるからだと思われます。コップ一杯の水を思い浮かべてほしいのですが、
屋外にあればやがて水は蒸発してしまいます。水が勝手に蒸発してしまうのは水分子の影響です。簡単に説明すると、液体の中の分子は常に運動しています。この運動は温度に依存しており、温度が高いほど分子の運動は活発になり、その運動エネルギーが十分に高いと液体の表面から脱出して気体の状態になります。これがいわゆる蒸発と呼ばれる現象です。この世界にも太陽や気圧が存在するため、他のエレメントたちと異なり、水のエレメントたちは屋外にいる場合、常に水に浸っている、補給し続けている必要があります。そのため交通機関や公共施設にはプールがあり、屋外にも常に水を補給できるような作りになっているのがわかります。ここで鋭い方は疑問に思うかもしれません。ではなぜ蒸発する心配が少ない交通機関である地下鉄を作らないのか。モノレールなど高さがあり蒸発する危険性が高まる交通機関をなぜわざわざ建設したのか。実は地下に駅は存在していました。それがガーデンセントラル駅です。廃屋となったガーデンセントラル駅の入り口は地下へと続いており、路線も見られることから地下鉄であったことがわかります。駅名がセントラルということですから、最初の主な交通機関は地下だったのでしょう。実は約1年前のオフィシャルトレーラーに地下鉄からエレメントシティに到着する描写があります。この内容は電車の中でエンバーとウェイドが出会うものですが、この地下鉄案や出会い方は中止となりました。なぜガーデンセントラル駅や地下鉄は洪水で水没したという設定に変更されたのか、理由は後ほどわかります。そしてこのガーデンセントラル駅を利用した地下鉄が廃止になった理由は洪水だけではなく、その洪水になった理由も含めて調べると火のエレメントたちに原因がありました。リビステリアの花は火に強いと言われております。それにもかかわらず火のエレメントの入場を火は危険だからと断られ、エンバーの父は差別を感じてひどく憤りました。しかしこれは実際には差別ではありません。むしろエンバーたちを守るための発言の可能性が大いにあります。なぜならリビステリアの花が危険だと言っているのではなく、これは水や火のエレメントたちにとって危険だったからです。映画ラストでウェイドはエンバーがいるだけで蒸発して死ぬところでした。このように地下鉄を火のエレメントたちが利用した場合、その密封された空間の温度は上昇し蒸発、つまり水のエレメントたちにとっては死の可能性が極めて高まります。また逆に言えば危険だからというのは火のエレメントにとって危険だからという理由にも考えられます。映画ラスト、水をせき止めればウェイドが死に、水を放出すればエンバーが死にます。つまり密室である地下にリビステリアの花はありますが、火のエレメントが誤って水に浸かってしまえば火のエレメントたちが死んでしまうために、あなたたちにとってこの場所は危険だからと言って入場を禁止にしていたとも捉えられます。もしかしたら痛ましい事故が過去にあったからかもしれません。しかしエンバーの父は火のエレメントが差別されていると憤りました。これは自分たちが差別を受けているという偏見から生まれた誤解です。偏見はウェイドの母にもありました。移民に対して偏見があるからこそ、ウェイドの母は移民2世のエンバーに対して言葉が流暢で上手だねと発言しています。エンバーは生まれた時からここに住んでいるのでと返答しました。当然それが母国語なのだから流暢なのは当たり前です。しかしエンバーが火のエレメントであり、移民という無意識のバイアスからそのような発言が生まれました。このようにこの物語は実は移民に対しての偏見だけを表しているのではなく、移民自体が持ち合わせている他者への偏見も描写されています。この映画で何度か
伝えられている教訓の通り、見ている我々も結論を出す前に深呼吸して多角的に物事を考えることが求められているのです。このようにモノレールなどの運行を開始した理由こそが、まさに火のエレメントも利用できるための交通機関だったからです。その中には一番近い環境である風も含まれていますが、作中をよく見ると風はほとんど飛行船を利用しているのがわかります。水上よりも交通機関が混んでいることはなさそうです。だからこそ風のためにモノレールを作ったのではないはずです。ちなみに過去に火のエレメントたちも気球を利用していた描写がありますが、これでは水素を利用した飛行船は爆発してしまうために禁止されたのでしょう。だからファイヤータウンの住人は今は誰も使っておらず、エンバーが使っていた気球は少し古ぼけた印象で描写されていました。セントラルパーク駅が洪水で水没した理由、この洪水もまた火のエレメントたちが原因であった可能性は大いにあります。それは過去にこのファイヤータウンが水のエレメントもしくは土のエレメントたちが利用した形跡が多く残っているところから考察できます。ファイヤータウンには至る所に水路や水道が残っており、これは過去にここで水のエレメントたちも行き来していた形跡でもあります。しかし火のエレメントたちによって水が止められたせいで、ここを利用した交通機関が遮断されました。水を止めなければそれは差別につながるため、水のエレメントはその交通機関を失うしかありません。それどころかその町全体の水を完全に火のエレメントはせき止めてしまいました。これはゲイルのファイヤータウンの水は全部止まっていたはずという話からもわかります。そのせいで洪水が発生し、セントラルパーク駅は水没してしまいました。もともと町全体に水を行き渡らせるように設計されていたために、逃げ場のない水が溢れて放出してしまいます。そしてこのウォーターシティとファイヤータウンの境界に位置するガーデンセントラル駅は水没してしまったというわけです。無論水没することによっていくら不死身に近い水のエレメントでもどこかに一緒に放出されてしまえば命を失う可能性もありえます。このようにファイヤータウンの住人によって起こされた過去の不祥事は、おそらくファイヤータウンの住人には都合のいいように伝えられているのでしょう。エンバーの父や母は他のエレメントとは関わらないことをルールとして課していますが、これは少しこの劇中の描写を見るとおかしい話です。なぜなら水や他のエレメントたちは深く関わって仕事をし生活していることが描写されているからです。そのためこれは火のエレメントたちの全体で他のエレメントとの関わりを避けているようです。これは予告編でも言い表されており、シティには一つだけルールが、他のエレメントとは関わらないと発言されており、おそらくこの家族たちだけではなく火のエレメントたち全体の独自ルールだということが言い表されているのだと思います。おそらくその過去の不祥事、火のエレメントたちにとって不利になるような歴史を他のエレメントたちがファイヤータウンで伝えないようにしていた可能性がありそうです。非常におかしな話ですが、コミュニティの存続や権威を守るため、自分たちが不都合な目に遭う外部からやってくるものを権力者が封鎖し関わらせないというのは史実からもわかる通りです。パンフレットや他のエレメントはファイヤータウンと呼称しているのにもかかわらず、エンバー含めた火のエレメントたちだけがファイヤーランドと呼称している理由はここにあるのかもしれません。つまりもともと火のエレメントたちは島にいたことから、ファイヤータウンではなく情報が隔離された島、ファイヤーアイランドだと自分たちの地域を表しているのではないでしょうか。ファイヤーランドに水害をもたらした原因、2人の距離を縮めるきっかけとなった水害ですが、これをもたらした原因は何なのでしょうか。最初にエンバーたちが
崩壊した門を見つけた現場は映画ラストの洪水でファイヤータウンに続くように水路ができていたことがわかります。船が通るたびにそこに水が溜まっていきました。つまりエンバーたちが見つけた場所、そここそがファイヤータウンへと続く本来船が行き来していた旧水路の場所だったのです。そしてこの旧水路の場所はウェイドが話していた通り、運河からこぼれた水をせき止める役目を今は担っています。先日の通りファイヤータウンの住人によって水が止められたため、本来ファイヤータウンにあった水がウォーターシティに戻り、運河が溢れそうになってしまっている状態です。その溢れた水のせいでセントラルパーク駅が水没したのですが、そのおかげで少しばかり猶予があります。しかしそれだけでは収まりきらず、溢れた水をウェイドたちが見つけた旧水路でせき止めるようにしていたようです。しかしもともとファイヤータウン全体にあった水をあれだけでは全てせき止められるはずもなく、見るからに付け焼き場の策でしかありません。本来であれば火のエレメントたちの命に関わることですから、扉を修理するなどして早急に手を打たなければならないはずですが、これが難しい状況にあります。それはこの運河から溢れた水がモーターオイルの匂いがしたとウェイドが話していた通り、つまり水のエレメントの富裕層が利用する船が原因によるものだからです。通常の水路が一般道であるならば、大きな客船はさらに水のエレメントたちの中でもその富裕層が使う高速道路のようなものだと思います。これはウェイドたちが暮らす富裕層、現代風に言えばオークションの近くにこの船が停泊していることからも予想ができます。そのためこの扉を直したとしても、船の行き来がある限り水圧によっていずれ崩壊する可能性があり、エンバーたちが強化ガラスを使っても不可能であったことからもわかります。無論アクリルガラスやコンクリートならばそれは可能ですが、結局溢れてしまうでしょう。そのため最も大きな解決方法としては、ウェイドの両親のような富裕層が利用するその豪華客船の経路を変えるか止めるか、また大きなダムを作るかのどちらかです。私個人としてはすでにこの原因は国というものが存在するのであれば突き止めていそうですし、そもそもこのせき止める役割のある場所が上空からでしか視認したり発見できないというのもおかしな話です。たまたまウェイドがモーターオイルの匂いから船の経由地に近いのではと上空から船の経由地を確認し、原因が突き止められましたが、富裕層が使う豪華客船の経路であるのですから上層部は知っているはずです。知っておきながら放置していたのではと疑ってしまいます。なぜ火のエレメントたちの命に関わることなのにそれを放置していたのか。それは火のエレメントたちの過去の行いが原因なのかもしれません。エレメントシティの町の一部にもかかわらず、その地域だけ水を止めてしまい、蒸発を恐れた水のエレメントたちがそこを通れなくなりました。さらに水路の水も止めて船の行き来も止めてしまったりと、過去の火のエレメントたちの行いからそれを良しと思っていないエレメントたちがあえて放置していたのだと思います。特に権力を持った水のエレメントたちが直接の原因であるならば、それを隠蔽していてもおかしくない話です。何か起きても事故なら仕方ないよねと火のエレメントたちがいなくなるよう放置していたのかもしれないと考えてしまいます。このように火のエレメントたちの過去の行いによってこの問題を解決するために税金を使うことを反対するエレメントは多く、そして権力者であるウェイドの両親たちのような富裕層の船は止められるはずもありません。最終的にエンバーは直すことに成功しましたが、アクリルガラスならまだしも強化ガラスでは水圧に耐えきれないことは火を見るよりも明らか。しかしこれを良しとしたのは、新たに大きなダムや扉を作るための税金を使わなくともいいし、
非常に疑り深い見方をすれば、火のエレメントが作った扉で崩壊したという大義名分を手に入れたため、火のエレメントがいなくなることを望むエレメントたちにとっては好都合だったから OK を出したのかもしれません。だからこそ認可までにかなり時間を要した記載します。ウェイドの父。ウェイドの父はなぜ亡くなったのでしょうか。まずウェイドの父の職業を考えてみたいと思います。あれだけ立派なオークションに住んでいることから奥さんの稼ぎだけではなさそうです。監督のインタビューから長年この地におり優秀であったことからエレメントシーでは必要不可欠な職業、つまりそれは交通機関、駅長や船長だったのではないでしょうか。今回事件の発端にあったガーデンセントラル駅はウェイドのオークションに停泊していた豪華客船の道ともつながっている描写があります。そして車にひかれても高所から飛び降りても死なない半ば不死身のエレメントたちが死ぬ、もしくはその存在がなくなることはよっぽどの事件です。しかしこの事件こそがガーデンセントラル駅の水没、もしくはガーデンセントラル駅で起きた蒸発によるものなのではないでしょうか。非常に優しい気持ちになれる映画なので、こういった考察や解説は公開するか迷いました。しかしこの映画が教えてくれている深呼吸してから多角的に物事を見ることの教訓を学んだ時、こういった考察も必要なのではないかと思い動画にすることにしました。私の想像以上にこの物語は深いものであり、そして7年以上の歳月を得て作り出された物語です。そのため至る所でエレメントたちの歴史やその設定を垣間見ることができます。今回は大きく公表されていなかった2人の距離を縮める水害の原因にスポットを当てました。マイエレメントで登場する事故といえば、公表されなかったガーデンセントラル駅の水没事故であり、ウェイドの父の死です。これだけ多くの設定を盛り込み7年の歳月をかけた作品ですから、これらの理由がないはずはありません。ぜひ皆さんがこの動画で確かに驚いたなど感じた感想や考察のコメントをお待ちしております。この他にも映画のレビュー、感想、考察や解説をお伝えしていきますので、ぜひチャンネル登録や高評価をよろしくお願いいたします。それではまた映画の世界でお会いしましょう。おつねこ様でした。バイバーイ。おまけの感想。さあ、おまけの感想です。本当にね、この動画公開迷いました。というのも、僕もこのマイエレメントめちゃくちゃ好きな作品で号泣したんですよね。本当に。でもね、一点ね、本当引っかかるところが、この水害の原因は実際何だったのっていうね、なんでそれ描かないのっていうところだったんですよ。だからこそこれって自分で考えてほしい、だから公表しなかったっていうところに今は自分の心の中で決着がついてるんですね。本当にいろんなことを考えたり調べていく中で、やっぱりね、これはね事実なんじゃないかなって思うんですよ。そのセントラルパーク駅が水没した理由、こんなのまずそもそも、パンフレットとか監督のインタビューを見て、水と土が街全体にねこう水を行き渡らせるように、作っていた、設計していたっていう風に記載されているんですよね。それでそこにね火のエレメントたちが、住み込んで、そして火のエレメントたちにとっては水は脅威ですからね、それ全部せき止めてしまったわけですよ。でももともと水のエレメントたちもいた場所であったはずなんですよね。でも水をせき止めてしまうと、先ほども伝えた通り水は蒸発してしまうので、蒸発しないように絶えず水がかけられる場所とかね、水がある場所が必要なんですよ。だからこそそれを止められると、自分たちがもともとその土地を築いたのに、移民のその火のエレメントに奪われたっていう気持ちは少なからずあったはずなんですよね。だから
結構この映画では火のエレメントたちがちょっとね怒り気味に水のエレメントに接してる、いつも水のエレメントが悪いんだみたいなね話で接している。で一番最初の冒頭でも水のエレメントの子供たちがいたずらする、そこからもう全部水のエレメントが悪いんだっていう。で水のエレメントは特に火のエレメントに対してそういうこと言わないじゃないですか。水のエレメントも悪いんだとかね。これやっぱり水のエレメントもかなり我慢してなんとか火のエレメントと共用というか仲良くしたいっていう気持ちがその裏であった。もしくはしたたかに火のエレメントをこう遠ざけていたっていうこともありえるんじゃないかなっていう。もう完全に孤立してるじゃないですか、ファイヤータウンで。このファイヤータウンをね、彼女たちはエンバーたちはファイヤーランドって言ってるところもすごい引っかかったんですよね。そうする中で、いろんな情報といろんな設定資料を読み解く中でね、あとは疑問に感じた中をこうどんどん組み合わせていくと、あれっていうね、この一つの真実にたどり着いたっていうわけではあるんですけれど、ただね、明かさないことがいい真実もあるわけですよ。ただ監督がね伝えようとしていたこと、多角的な視野を持つことですよね。なんでそうなってしまったのかとか、どうして移民たちの偏見がこの世界にもたらしてしまったのか、それを考えると監督はね我々アジア人にとってもね、我々自身にも問題がある。ただそれを移民たち自身にも問題があるよなんてね書けるはずないじゃないですか。そんなメッセージ伝えられるはずないじゃないですか。だからこそ監督はそこを公のメッセージではなく、こういったね細かい設定の中に入り組んで伝えているのかなと。もしくはね、物語に初期プロットで入れていたんですけれど、それはさすがにダメだよって言って削除された可能性って大いにありえますよね。だっておかしいじゃないですか。なんでその2人が出会ったきっかけとなる水の災害の原因が突き止められないのか。だってそもそもこれって問題解決になってないんですよ。火のエレメントたちのところに水が溢れてしまったんですよね。で結局その最後のエピローグで水のエレメントもそのために火のエレメントの街ファイアタウンに来れるようになったんですよね。だからもしかしたら水のエレメントたちはそれをやっぱり望んでいた。元のね水路がある場所に戻してほしいって火のエレメントたちに望んでいたけれど、それを言い出せずじまいで終わってしまったと。で本来のハッピーエンドって実はこれハッピーエンドじゃなくて、本来のハッピーエンドってそれを火のエレメントたちに水のエレメントが話して、火のエレメントたちが納得してね、移民が納得してそこに水路を引いて水のエレメントも火のエレメントも仲良しっていうのがハッピーエンドなんだけれど、今回事故起きちゃったじゃないですか。だからこれってベストエンドではないんですよね。もうトゥルーエンドだって、水害起きちゃったわけですから。実際あそこで水のエレメントが、消えてしまったみたいな描写はなかったけれど、でも実際エンバーたちって本当に消えてしまう寸前の駆け引きだったわけ。それぐらいの大きな事故だったわけです。その大きな事故が起きてしまったけども、なんか水のエレメントも、そのおかげでいけるようになったみたいなエピローグだけど、それって全然ハッピーエンドじゃないですよね。その事故がなく対話した方が絶対ハッピーなはずなんですよ。だからこそこの原因っていうのを実際は突き止めていた、もしくは物語として話されていたストーリーっていうのはあったはずなんですよね。でそこはやむを得ず、削除した。移民も悪いんだよみたいなことを言えるわけないですからね。で、削除して、でおそらくね、お父さんのね死の原因に関しても記載しているはずなんですよ。火のエレメントたちと全く、交流がない状況が描写されているっていうのが、他にもあるんですね。例えば、セントラル駅、中央に咲いているあの花って、観光名所の一部だったわけですよね。でも、火のエレメントと仲良くしていないばかりに、
実は火のエレメント、要は太陽に近いものですよね。火のエレメントが近づくと花が咲くんだよとか、綺麗に花が映るんだよっていうことは、実は地下に行って初めて知ることができた可能性が高いんですよ。だから本来は水没してしまったけれど、それをね、観光土地、観光する場所としてね、今は廃屋になってるんだけど、火のエレメントと協力して、火のエレメントが案内すればその花が咲いて綺麗に見えますよっていう観光サイト、観光地にすることができたはずなんですけれど、火のエレメントと国交がね遮断されているんで、そういったこともなかったっていうのも、実はここで描写されてますよね。そもそもね、だってそんな花が見られるんだったら廃屋にする必要がない、誰も近寄らないんですよ。だって水のエレメントだったら別に近寄ってもいいわけじゃないですか。だって水没してたってね、別にね何か問題があるわけじゃない、水のエレメントはね。でも結局花が閉じているから見れないから、もう廃屋状態になっていたと。フェンスでね、意味のないフェンスで囲まれていたのではないかと思います。ただ火のエレメントが来ることによって、実はですね、ビビステリアフラワーで合ってるかなが開花したということでね、これはね、火のエレメントとの交流でやっと分かったという。だから今まで交流がなかったっていうこともここでもよく分かりますよね。だいぶね、この作品深い作品なんでね、まだまだ考察解説ねじゃんじゃん作れそうなんですが、ちょっとね僕も心身的に思い、普通に僕もこの映画楽しいっていうね、すごい優しい映画だなって気持ちで終わりたかったんで、本当に迷ったんですけれどね、ぜひね、皆さんが一つのね考えるきっかけ、それのお手伝いになったら本当にそれ以上嬉しいことはありませんね。こんなね長い時間ねご視聴くださりありがとうございます。いつもね励ましのコメントが嬉しいんだよな。本当にね、ありがとうございます。チャンネル登録ね、高評価、そしてねコメント嬉しいです。引き続きよろしくお願いします。以上、酒猫のマイエレメントの考察解説でございました。それではまた映画の世界でお会いしましょう。おつねこ様でした。バイバーイ。